皆さん、スポーツカーに憧れはありますか？スポーツカーというと2つのシートやタイトな車内空間、なかなか荷物も積みにくいというイメージがあり、普段使いとしては選びにくいといった意見も多く耳にするように思えます。そこで普段使いにも使用できる実用性を確保しながら、スポーツカーの性能を持った車も各メーカーから発売されています。例えば現在ホンダで販売しているシビックタイプ R もその一つです。コンパクトなサイズ感と高い走行性能で、日本だけでなく海外でも高い人気を得ているシビックタイプ R ですが、それまでイギリスで生産し世界へ輸出されていたものの、現行の FL5 型は日本国内に生産拠点が移管されました。通常車を選ぶときに、どこで生産しているかまで気にしている方はあまり多くないと思いますが、スポーツカーともなれば話は変わってくるでしょう。どうしてシビックタイプ R は日本での生産へ切り替えられたのでしょうか？そこで今回のコツアズ車解説サークルでは、なぜシビックタイプ R が海外生産から国内生産になったのか、その理由について迫っていきます。ぜひ最後までご視聴いただいた上で、よかったら動画の感想などをコメント欄で教えてください。シビックタイプ R のベースになっているシビックは、スポーティーなデザインと走行性能、快適な内装が人気の車です。初代シビックは1970年当時、世界一厳しくパスすることが不可能と言われたアメリカ・カリフォルニアのマスキー法と呼ばれる排ガス規制を世界で初めてクリアしたことから、日本だけでなく世界的に大ヒットした車となりました。もともとは小回りの利くコンパクトな車として売り出されていましたが、そのポジションを徐々にフィットが奪っていくような形で、8代目以降は3ナンバーの普通自動車のサイズに変更されました。初代発売から現在に至るまで車の名前が変わっておらず、現在のホンダの四輪車の中では最も販売歴の長い車にもなります。シビックのタイプ R モデルであるシビックタイプ R は、6代目以降のシビックをベースに大衆車としての側面を持つシビックにチューニングを施し、レースベース車レベルの車に仕上げたものです。ホンダのタイプ R モデルとしては NSX、インテグラに続く3つ目のモデルとなり、現在唯一生産が続いているタイプ R でもあります。現行の FL5 型シビックタイプ R は2022年9月にアルティメットスポーツ 2.0 というコンセプトのもと、運転時におけるあらゆるフィーリングを磨き上げ、FF 最速を目指すパステスト、痛快なドライビングフィールで運転することに夢中になるアディクテッドフィール、高速やステイ性と信頼感に満ちたセキュアフィールの3つを実現することを目標として開発されました。加速性能を示す数値は初代 NSX タイプ R を上回っており、アクセルを踏むとシートに押し付けられるような強烈な加速を楽しむことができます。さらに特徴的なのは、標準機能としてリミッター解除機能があることです。FL5 型シビックタイプ R は最高速度270キロ、停止状態から100キロまで 5.7 秒で到達する素晴らしい性能を持つ車ですが、日本では基本的に最高速度を180キロに制限する自主規制のリミッターがかけられてしまいます。もちろん公道でフルスペックは必要ありませんが、サーキット走行ではそのフルスペックが必要になります。多くの車は専用の装置やプログラムの修正が必要になりますが、FL5 型シビックタイプ R では GPS で位置情報を検知して、一部のJAF公認のサーキットにいる時だけリミッター解除を選択できるのです。また、ホンダログ RU 専用のデータロガーを用いて、サーキット走行時のデータ収集解析を行うことができます。FL5 はこのように日常使いだけでなく、本格的なサーキットでの走行もカバーした車なのです。冒頭でご紹介したように、シビックタイプ R は FL5 になった現在、国内の工場で生産されています。これまで数世代にわたりこの後ご紹介するイギリス・スウィンドン工場で生産されていましたが、現行モデルである FL5 は生産拠点が日本国内へ移動しています。ではどうして FL5 で国内生産へとなったのでしょうか？これからそれについて考えられる要因を、なぜ海外の工場から移管したのか、なぜ国内の工場が生産拠点になったのかといった2つの視点から見ていきましょう。まず要因として挙げられる事柄として、イギリス・スウィンドン工場の閉鎖です。ここは欧州で唯一所在したホンダ車の生産拠点であり、これまでシビックやアコード、ジャズの生産を担っており、EP3、
日本でいうシビックタイプ R ユーロコと FN2、日本では750台限定で発売された FK2、そして FK8 とシビックタイプ R の生産もしていた工場です。なお、ジャズは日本でいうフィットの海外版の社名です。スウィンドン工場はホンダの主力四輪車を多く生産していた重要な工場でしたが、2021年7月に閉鎖されました。そのスウィンドン工場閉鎖の主な要因は、ヨーロッパ市場での販売実績低迷にあります。ホンダは1980年代後半から1990年代初頭にかけて F1 レースで輝かしい成績を誇ったマクラーレン・ホンダやアイルトン・セナの存在などによって欧州市場に強固な足がかりを作ることに成功しました。その後スウィンドン工場がオープンし、着実にヨーロッパでもホンダ車の販売台数を伸ばしていきましたが、その後韓国のヒョンデや日本のトヨタや日産をはじめライバル各社が急速に力をつけていったことや、パートナーシップとしてディーゼルエンジンの供給を受けていたローバーが BMW に買収されてしまうなどといった事柄を受けて、欧州市場での販売台数は緩やかに減少してしまう事態になったのです。スウィンドン工場の生産能力は最大で年産25万台でしたが、2008年に起きた金融危機によりその生産状況は悪化し、2015年には工場の半分のラインを休止しました。生産台数としては年産約12万台まで減少し、2018年に CR-V の生産が終了して以降、生産する車種もタイプ R を含んだシビックを残すのみとなりました。それに加え2019年2月に日本と EU の経済連携協定により、2027年までに日本車にかけられる 10% の輸入関税が撤廃されることが決定したことで、海外に拠点を置くメリットが薄くなったことで閉鎖へとつながりました。また販売台数の低迷の背景としては、イギリスの EU 離脱による影響もイギリスの生産拠点閉鎖を後押ししたとも考えられています。この EU 離脱はブレグジットと呼ばれ、本当に EU から離脱した場合に他国への輸出に高額な関税がかかる可能性などがあるのです。ただしホンダによる公式の声明では、この決定は世界的な業況に基づいたもので、EU 離脱が原因ではないと明言していますので注意が必要です。これらより生産拠点が海外から移管されたのは、イギリスの工場を閉鎖したことと経済的な情勢が大きく影響していることが分かったのではないでしょうか。ではイギリスで生産できなくなったシビックタイプ R は、なぜ国内拠点を生産工場に選んだのでしょうか。イギリスのスウィンドン工場が閉鎖された理由について、ここまでの流れで説明してきましたが、ではなぜシビックタイプ R は国内の生産拠点へ移管されたのでしょうか。ところで特にシビックが売れている国としてアメリカなどの北米地域があり、アメリカのインディアナ工場ではアメリカ向けハッチバック車の製造が行われております。そしてシビックタイプ R のベースモデルはシビックのハッチバックモデルであり、このハッチバックモデルはアメリカのインディアナ工場と中国武漢の東風ホンダなので、一概に国内へ集中させることが必須ではなく、アメリカのインディアナ工場で生産しても良いのではと考える方もいるかと思います。その他に中国で生産しても良いと考える人もいておかしくないと思い、中国生産については発売前に噂されたこともあります。ではどうして FL5 は国内で生産されることになったのでしょうか。1つ目の理由は生産性の向上です。 FK2、FK8、FL5 のシビックタイプ R に搭載されるエンジンである K20C1 エンジンはアメリカオハイオ州にあるアンナエンジン工場で生産しております。加えて FL5 のトランスミッションは日本の鈴鹿製作所で生産しており、それらが埼玉寄居にある埼玉製作所完成車工場で組み立てられています。スポーツカーというと専用ラインで一台一台丁寧にコツコツと組み上げられているイメージですが、寄居の埼玉製作所完成車工場では一部の工程を除いて FL5 も他の車と混ざって生産される混流生産を採用しています。当初埼玉製作所寄居完成車工場としてオープンした埼玉製作所完成車工場は新たなホンダでのマザー工場としての役割を持っており、オートメーション化により高い生産効率を発揮することができます。マザー工場とはメーカーが国内外に工場を設立する際に生産のシステムや技術面でモデルとなる工場を指します。ここでは生産に関する研究開発が進められており、開発された技術が世界中の工場で使用されるのです。アンナエンジン工場は四輪車向けのパワートレーンを生産している工場で、
FL5 に搭載される K20C1 エンジンを含む多くのエンジンを生産しており、ホンダにおける世界最大のエンジン工場となっています。そして鈴鹿製作所は NBOX をはじめとした車の生産を担っており、最新鋭の機械を随所に導入した工場です。それぞれの工程をバラバラな拠点で生産するのはかえって非効率のように思われるかもしれませんが、エンジン、トランスミッション、完成組み上げのそれぞれに特化させることで、高い効率での生産とコストダウンを両立しているのです。これによりシビックタイプ R はトップレベルのスポーツモデルでありながら、現行の FL5 でも小売価格は500万円を切るプライスを出しているのです。世界的な半導体不足や海運コストの上昇、インフレの影響もあって新車の価格が上昇傾向にある中で、この価格はリーズナブルと感じるユーザーも多いでしょう。例えばライバル車であるルノーメガーヌ RS と比較するとそれぞれに性能的な特徴はあるものの、日本での場合は FL5 が500万円弱から、ルノーメガーヌ RS がグレードにより520万円から560万円となっています。そして2つ目の理由は、環境への負荷軽減です。近年、あらゆる業界でカーボンニュートラルの実現を目指して様々な取り組みが行われています。これは2015年にパリ協定で掲げられた地球全体の気温上昇を 1.5°C に抑えるための努力目標を達成するためです。ホンダもその例に漏れず2021年4月には環境負荷ゼロの循環型社会の実現という目標を掲げ、2050年にホンダに関わる全ての製品と企業活動を通じてカーボンニュートラルを目指すことを公表しています。具体的には企業活動における CO2 排出量を2019年と比較して2030年で 46% 削減、2050年では実質ゼロを目指すというものです。その一環として埼玉製作所完成車工場では、最も環境負荷の小さい製品を最も環境負荷の小さい工場で作り出すことをコンセプトに、小型車両の生産へ特化させることで生産に必要なエネルギーを 30% 削減。国内の自動車工場では最大規模のメガソーラー発電や天然ガスコージェネレーションシステムで電気熱エネルギーを約 28% 自前化し、ピーク電力を約 45% 低減するなどの取り組みを行うことで、2025年度にホンダでは初となるカーボンニュートラル工場が実現する予定になっています。なお、ガスコージェネレーションシステムとは電気を使用する場所で発電することで、送電中のロスやその際に発生する排熱も利用することでエネルギー効率を高める仕組みです。以上から日本の埼玉製作所完成車工場を生産拠点とした理由は、エンジンをアメリカのアンナエンジン工場、組み立てを日本の埼玉製作所完成車工場で行う方式の効率が良いこと、また埼玉製作所完成車工場は2025年のカーボンニュートラル工場実現を目指して様々な仕組みを取り入れているため、環境負荷が小さいことの2点であることが分かったのではないでしょうか。これまでのお話と関連して、生産拠点が国内にある場合と海外にある場合のメリットやデメリットについて解説します。海外へ生産拠点を移管することを海外移転、逆に国内へ製造拠点を戻すことを国内回帰と言いますが、そもそも自動車の生産拠点は国内と海外のどちらにあるのが良いのでしょうか。まず国内に拠点を置いた場合のメリットとしては何といっても、メイドインジャパンのブランドイメージを付加価値としてつけられるとともに、厳密な品質管理を行いやすいといったことが主に挙げられます。日本製品が高品質であるというイメージは未だに根強くあり、国内生産を行うことでその価値を高めることができます。また、トヨタが行っているコネクティッドシティプロジェクトのように、実際に人が暮らしながら行う大規模実験が可能であることも挙げられます。反対にデメリットとしては少子高齢化による生産年齢人口の減少により、必要な人材を確保することが難しくなることが挙げられます。また人件費や運営コストが高くなることをデメリットとして挙げられますが、近年は人件費の面で見ると海外と比較して日本が高いとは言えなくなっていることも現状です。逆に海外へ拠点を置いた際のメリットとしては、人件費の低い地域での生産はコストが下がること、そして成長市場へのアクセスが可能になることでシェア拡大を狙えるといったことがあります。これの成功例としては、
いすゞが世界トップクラスの性能を誇るディーゼルエンジン技術を生かして高品質で信頼性の高い商用車を提供することで物流ニーズが急速に拡大しているアジア諸国やインフラ整備の進展に伴いトラックやバスの需要が増加しているアフリカ中東市場での新しいニーズに対するシェアを獲得できている点にあります。逆にデメリットとしては品質管理の難しさや政治経済的リスクが挙げられます。海外は日本よりもストライキが起こりやすく、そういう面では常にリスクを抱えている状態です。実際の例では今回ご紹介したシビックタイプ R がイギリスを含めたヨーロッパでの業績低迷と経済的政治的な情勢を鑑みて国内生産へ移行したことなどが挙げられます。このようにどちらもメリットやデメリットが挙げられますが、販売する車のニーズやその時の情勢に合わせて販売戦略や生産体制が見直されていることが分かります。今回シビックタイプ R がイギリスのスウィンドン工場から日本の埼玉県寄居町にある埼玉製作所完成車工場に生産拠点を移したことを紹介しましたが、タイプ R ではないシビックは日本では販売されていないセダンタイプも含めて北米など他の地域の工場でも生産されています。それはハイブリッドモデルである EHEV でも同様であり、これは EHEV モデルのシビック全体の売上の 40% が北米であることが予想されているためです。このように同じシビックであってもニーズや車の特性に合わせて生産方法が見直されていることがわかるでしょう。ここまでの内容をまとめると、シビックタイプ R の生産拠点が国内へ移管された理由はスウィンドン工場の閉鎖と経済的な情勢によって海外の拠点から移管せざるを得なくなり、その上でアメリカのアンナエンジン工場で生産したエンジンを輸入した上で埼玉製作所完成車工場で組み立てを行うことによって高効率な生産が可能で、なおかつ環境への負荷を抑えられるためであることを解説しました。ただし現在はシビックタイプ R も含めて国産スポーツカーは少量生産枠に対して大量の注文が行われている現状であり、シビックタイプ R も例に漏れず注文を一時停止しております。現在も受注再開の見通しは立っておらず、魅力的な車であるにもかかわらず新車で乗ることは困難となっており、今後はこの状況が改善されることを祈るしかないことが現実でしょう。なお、シビックタイプ R の受注が停止となって納期が伸びまくっている理由についてはこちらの動画をご覧いただけるとその詳しい理由がわかると思います。今回の動画は以上になります。動画が良かったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ車解説サークルでは今後も継続的に車に関する様々な気になる情報を動画にして発信していきます。チャンネル登録をしていただくことによって最新の動画がいち早く見られるようになりますので、ぜひ登録ボタンを押してください。それではご視聴ありがとうございました。